さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、米粉で作る台湾カステラ、こちらご紹介したいと思います。めちゃくちゃ簡単なので作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これ18センチのこれね、底が取れる型になってます。そこにこれ紙縦と横で2枚引いた状態でこれで準備しといてください。はい、これ材料の米粉なんですけど、必ずふるってほしくて、米粉だけだったらふるわなくてもいいんですけど、これベーキングパウダーが入るので必ず2種類を混ぜる意味でふるってください。はい、これ今1回ふるったんですけど、ちょっとね、米粉映像じゃ見えないんですけど、ベーキングパウダーがまだ完全に混ざってないので、この後2回ふるっておきます。しっかりふるだけで失敗がなくなるので、必ずふるようにしてください。はい、これ材料のホワイトチョコに生クリームを全部一気に加えちゃいます。で、サラダ油とか入れてない理由はまさにこれで、これをラップしてもらって600ワットで完全に溶けるまで温めたいと思います。はい、これ卵なんですけど、卵黄と卵白に分けたくて大きいボウルに卵白を入れてください。これメレンゲに後でなります。で、小さい方は卵黄ですね。これを分けていきたいと思います。はい、これ温めたホワイトチョコと液体ですね。これしっかり混ぜて、もし溶け残りがあったらまた温めてください。で、ここにふるっておいた粉を先にまず一気に加えます。で、これ混ぜすぎとかないのでしっかり混ぜてください。で、液体がちょっと温かい方がきれいに混ざっていくので、しっかり馴染むように混ぜておいてください。はい、こんな感じですね。このとろっとした感じです。で、ここに卵黄を全部加えちゃいます。で、ここでもしっかり混ぜてください。はい、こんな感じですね。あとは卵白に砂糖を入れて泡立てて、この2つを混ぜれば完成しちゃいます。ここまで置いといてください。はい、これ卵白をこれから作っていきます。お砂糖なんですけど、もう最初から全部入れちゃってください。何回かに分けるとかもやらなくていいので、全部一気に入れて一番速いスピードで泡立てていきます。はい、これ今高速で立ててたんですけど、今こんな感じですね。で、ちょっと気泡が荒いんで、これ結構ポイントで、今高速だったやつを半分ぐらいのスピードでもう少し泡立てます。そうするとキメが整って表面きれいに焼けるのでやっていきます。さあ、できました。これぐらいですね。これぐらい見えますかね。ちょっと動いちゃうんですけど、それでも結構しっかりふわっと泡立ってる状態です。これね、メレンゲ大事なんでこれぐらいで合わせていってください。はい、今これちょっとシャバシャバの液体なんですけど、これ今からこの2つを合わせようと思うとこっちがちょっとふわふわすぎるので、ちょっと一部取って先にここで混ぜちゃいます。2つの硬さを揃えるって結構重要なんですけど、これちょっともうふわっとした感じですね。そしたらこれもう泡立て器はおしまいで、こっちのメレンゲの方にこれを全部入れます。はい、これ今2つが混ざった状態なんですけど、全然急がずにこれ下から上下から上っていう感じで2つをなじませていってください。はい、混ぜ終わりこんな感じですね。たらーっとした感じです。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ今生地流したんですけど、これちょっとポイントがあって、
これね、中にすごい粗い気泡があるので、竹串でこうやって周りをちょっとくる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 回してあげると中の目が揃って表面割れづらくなります。さあ焼けました。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。すごいふわふわですよ。めちゃくちゃいい。美味しいね。これでショートケーキ作ってもいいかも。いいアイディア。さあポイントのおさらいですね。これ米粉で作ったんですけど、これ米粉の種類がめちゃくちゃ大事で、概要欄に全部おすすめ書いてあるので、それを必ずチェックしてください。もしかしたら米粉を変えるとちょっとね同じような感じにできないかもしれないので、必ずそこはチェックしてください。あとはなんかこうしぼんじゃうのを恐れず、もうめちゃくちゃ混ぜた方が綺麗にできるので、そこもやってみてください。あと最後1点、これ湯煎焼きしたんですけど、これ型がこう底取れるやつでお湯につけないで浮かして焼いたっていうのが結構ポイントです。この焼き方をするとこうやってふわふわに焼けるので、ぜひそこも守ってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。